こんにちは。4G 初めから攻略パート36です。前回はクーネエンカムを極限強化したりウカウカを作成しました。今回は寄り道ってわけじゃないんだけど、大老殿から離れて道義大会をやっていこうと思うよ。通常クエと違い己の腕一本での勝負となります。大変ですが頑張っていきましょう。はい、というわけでドンノルマのアリーナからスタートです。いきなりメインディッシュをやっていきます。G 級闘技大会といえばやっぱこれだね。ティガレックス3頭討伐。アイコンがみっちり並んでるよ。見た目からしてヤバそうなクエストだ。4G の闘技大会では一番有名なクエだと思います。ということで武器を選んでいきますが、ここもかなり癖が強めになってますね。ラインナップは槍、重装、ハンマー、笛、弓だよ。これだけで伝わると思うが。いわゆる強武器の類がないんですよね。弓はまだ強いですが。そしてアイテム面も終わっています。極限が出るのに合流石を持ってないものがあります。石を持ってるのはハンマーと笛だよ。それ以外は解除せず戦うほかない。だったらハンマー笛でよくねとなるところだが、今度はスキル面がネックになってくる。ハンマー笛共通で挑発と火事場1しか発動しません。実質スキルなしです。というわけでどの構成でも楽はできないんだが、クリアだけしたいならガンスがおすすめかな。TA ではハンマーの採用が主ですが、我々はガンスでしかやったことないですね。今回もガンスを選択していきます。4G のガンスなんて数年ぶりに使いますね。じゃあやっていくぞ。一応今回全チャレンジで A ランクを目指そうと思う。 A はソロでも十分狙えるラインですね。T が3頭では20分以内になります。さあ、初っ端から絶望的な絵を見せてくれたね。T が2頭が同時にこんにちはだ。片方は当然のように恐竜化していますね。最初からフルスロットルです。まずは通常個体から狙っていきます。同士打ちやマップギミックも利用していきましょう。2頭揃ってるうちに激流層を当てときたいな。同時に当てるのは難しいんだけど。放っておくとこの通り矢継ぎ早に攻撃が飛んできます。開始20秒にして何回ガードしたんでしょうか。ただ幸い攻撃力はかなり抑えめになっています。大技を食らっても全然減りません。体力も低いし、ティガ自体はかなり弱いんだよね。盾持ちの武器であれば、常に慎重にやってれば、クリア自体はそんなに難しくないと思うよ。それでは激流層を当てます。起動中は無敵でないので、タイミングを見ましょう。一応2頭ともに当たったっぽいな。恐竜化の方はカス当たりみたいだけど。通常個体にたくさん当たったのは良かったです。早めに1頭削りたいですからね。さて、それではツタ上に行きましょうか。基本的には常に上にいた方がいいと思います。同士打ちでツタにはまってくれたりするからね。片方を少し動かさないだけで相当恩恵がある。あとはなるべく下に落とされないようにしたいね。攻撃を食らってそのまま落ちちゃうことがある。また登るのも面倒ですからね。ティガもすぐ追いかけてきちゃいますし。とにかく命を大事にしつつ、余裕がありそうなら殴るくらいでいいと思います。この装備、一応画線1がついてるんだが、方向と回転攻撃はのけぞるのが残念だね。もっとも、あれをダメージなしでガードできるのはジャークしかいないんだが。ランスガンスともに動きが緩慢ですからね。とっさに位置避けするのも難しいです。削りダメージは大きくないですが、とにかく我慢の時間が続きますね。ワイルズではガンスも使ってるから、それと比べちゃうと違和感がすごいな。有効フルマがどうなじゃなくて、基礎的な運動性能の差に絶望するわ。まあ、それはガンスに限った話じゃないですから、ハンター側がどんどん強くなってますし。ガンスで一番違うのは砲撃ステップじゃないでしょうか。立ち回りではあれが一番革命的だと思います。ガンスは初登場からの進化っぷりがすごいよね。全武器でも一番身軽になったんじゃないか。過渡期である 4G は厳しいですね。上から突き落とされてしまいました。4系列のガンスは厳しいからね。4では発掘の拡散レベル5だけ輝いてたが。砲撃レベルの最大値が据え置きなのもあって、4から 4G で弱体化してるまでありますね。一応、フルバから流撃砲につなげるコンボが出ましたが、そんな暇ないと思います。砲撃レベル7とか登場してれば、対極限でアイデンティティ持てたかもしれないのにね。こういう削りへの耐性も弱すぎるから、普通に立ち回るのがすでにきついんだよな。4の強さもいびつではありましたが、この環境では1ゲー持ってるのが重要ですからね。砲撃で超絶ダメージが出せたりしてれば極限解除の鬼になれてたかも。
結果としては何も実現してないわけだが、盾を生かして我慢強くいくしかない。このクエも最初の1頭さえ倒しちゃえば、あとは1対1が続くだけですからね。それまでがしんどいんですが、冷静にやっていきましょう。もう5針になってしまった。まだ2頭とも動いてるぞ。これ、20分以内大丈夫ですかね。心配になってきました。B ランクになると報酬が悪くなるので、やる以上は A を狙いたいんですが。1回やるだけでめっちゃ疲れるからね。なるべく最小限で抑えたいな。お、1投目終わったぞ。これは A ランクペース保ったんじゃないか。一安心ですね。恐竜化の方も削れてるはずなので。複数トークへの基本は、撃破ですね。1対1であれば怖くありません。威訳使ってるし、オツだけは避けたいね。クリア条件は緩いんだけど。失敗条件は9オツでしたっけね。狙わないとなかなか引っかからないレベルで優しいです。じっくり戦えるなら頭を狙いたいが、機動力がないから狙えない機会も多いな。とりあえず砲撃も交えて狙える箇所を狙うか。この武器は砲撃レベル4でしたっけ。ダメージにはあんまり期待できなさそうですね。G 級なら最低5は欲しいよな。リロードしただけでこの隙、行動スピードに差がありすぎる。1対1でも全然気が抜けませんね。スタ上に固執してちまちま削りましょう。だね、ダメージ抑えめとは言っても、怒り値はさすがに結構大きいな。回復は潤沢にあるけど、後のことも考えて慎重にやろう。さて、数分が経ちました。もうそろそろ片付けたいところです。最初の2頭を10分以内に終わらせると、だいたい A ランクが見えてくるね。スタやられはちゃんと入ってるが、どうかな。お、叩きつけで終わりましたね。ギリギリですが10分以内でした。とりあえず A ランク圏内ではあるな。1テイク目だから徐々にガンスに慣れてきてる感じする。とはいえ、ここからも全然気が抜けません。石なしでの極限戦となります。まだまだ我慢比べは続くよ。じゃあ行きますかね。さあ、極限個体との戦闘だよ。さらにまがまがしくなってやがる。この子の場合、狙えるのは頭と尻尾の先くらいです。翼に弾かれるのがきついですね。もちろん、弾かれ部位には砲撃ダメージもカットされます。弾かれモーションがないだけマシですけど。砲撃を正確に当てるの難しいからね。基本は月メインでやっていこう。では、激流層でも狙っていきましょうか。初撃ほど当てにはできませんけど。激流層のダメージもカット対象だからね。この仕様はさすがにやりすぎだと思うが。確かに、ちょっと下せない話ではありますよね。極限に激流層を当てる機会って意外と多いですから。戦闘外に襲撃するクエあるもんね。何のための防衛施設なんだよって思うよ。一応、巨竜砲だけはカットされませんが、あれはあれで、そうそう狙えるもんじゃありませんからね。さて、位置がいいので起動します。どうでしょうか。一応頭にも入ってたみたいだが、必殺の一撃でひるみすら取れないって。そもそもだけど、闘技場の激流層って微妙に上向いてるからクリーンヒットしづらくないか。それはちょっと思いました。ティガは姿勢が低いので、そもそも相性良くなさそうです。で、使えるものは使ったので、ここからはガチンコ勝負ですね。とはいえ、基本的には前の2頭と変わらんけどね。スタ上で頑張って頭に当てよう。普段は納刀しておいて、隙を見つけ次第、踏み込み好きで差し込むのがいいと思う。踏み込みなら SA もありますからね。ランスよりとっさの差し込みには向いてそうです。それにしても、アイテム見て思いましたが、落とし穴使い損ねてましたね。最後の1匹に取っておこうとか思ったんだけど、よく考えたら解除できないから意味ないじゃんね。絡め手の類はほとんど使えませんね。スタヒルミがありますけど。言うてガンスだと有効活用は難しいね。極限だとなおさら連動が必要だ。とにかく一発一発確実に当てていこう。武器は強いからダメージは出るはずだ。何気に混沌ゴマの武器が使えるんですよね。恐竜化や極限と相性いい顔をしています。相性いいって言われてもね、石がないんじゃ全部台無しだよ。ほんと、なんでこんな縛りプレイにしたんだろうね。闘技大会自体がそういう傾向にあるけどさ。ただの腕試しならまだわかるんですが、このクエ、報酬が結構重要なんですよね。4G をやり込むとなったら、数回はプレイする必要が出てきます。闘技大会は報酬が安定しない。というか少ないのも面倒に感じるところなんだよな。特に G 級は楽な組み合わせがほぼないですからね。やるたびにげっそり疲れてしまいます。今回も闘技大会パートと言いつつ、報酬もしっかり狙っていますからね。
クリアじゃなくてあくまで報酬目的なんだよな。最後まで気が抜けないよ。まあ、時間的にはまだ余裕はありますので、しっかり A ランク取っていきましょう。なかなか終わらん。これ20分以内いけるよな。今18分経ったくらいですので、もう2、3発で終わらないと厳しいですね。極限個体はちょっと体力多いのかな。油断しすぎたかも。報酬的に B ランクは避けたいですが、どうなるか。あ、よかった終わりましたね。18分台なので、無事 A ランクです。危ない危ない。だいぶ具だったけど目標クリアか。さあ、それじゃあ、報酬で作れる装備でも見ていこうかね。男性用を見るのは久々ですね。加工屋に行きましょう。さて、解放された装備はと。まずはこちらですね。アイルンヘアバンド X です。五石王13、お守り堀の必需品です。素材が全部コインだね。見るからに面倒そうな装備だ。五石王はお守りで最大7ポイントで、装飾品も5つの1ポイントのしかないから盛りづらいんだよな。他のスキルとウママスを両立しようとすると、まずこれが要求されますね。で、こっちが本命だね。ギルドナイト X の足。外貨装備ですね。カブラ X より防御力が高くなっています。耐性もマイナスなしで安定してる。最終的にはこっちに乗り換えたいね。とはいえ、伝説コインが足らんから、最低もう1回はティガ3頭やらないといけないが。これはおいおい揃えましょう。ほい、じゃあ次やっていこうか。今度はちょっとマイルドだよ。上1頭の討伐ですね。マイルドといっても当然のように極限化してます。武器種は大剣、チャーク、片手、総中根、ヘビーだよ。しっかり石があって武器も強力だね。しかしこれも一癖あるクエストです。なんと体力回復アイテムが一切支給されません。武器を見ればわかる通り極限生命がついています。これで全部賄えってことです。ね、武器は強力なんだけどスキルは貧弱なんだよね。回避性の鬼がついてるのはいいんだが。代わりに火力スキルが全くない。チャークは技物なしが重たいね。それでも極限の解除性能を買ってチョイスしました。ご不審なので効果時間がちょっと心配ですが。惰性がないから不用意な GP は禁物だね。もちろん被弾もなるべくしないようにしたい。これでも G 級冬季大会ではかなりマシな方ですね。1対1ができるし体力なども抑えめです。ソロ S ランクを狙うとしたら、まずこのクエから手をつけることが推奨されます。あ、ちなみに今回は S 狙ったりしないからね。A ランク以上取れればそれでよし。先ほどのティガクエと合わせて A ランク以上でのクリアに意味がありますからね。とりあえずは最初の極限解除を狙っていきたいね。解放切りをたくさん当てよう。ジョーは後ろ足が降下しないので、割といつも通り戦えるのが嬉しいですね。比較的マシってだけだけどな。弱点らしい弱点がなくなっちゃうからね。頭と胸が降下しますからね。弱点特攻の有用性がかなり落ちます。お、解除成功。進撃1個でいけたのはいい感じだぞ。まだ被弾もありませんね。いい調子ですよ。しかし、やはりというか、切れ味が厳しいですね。体力より切れ味維持の方が難しいかも。砥石は支給されてるけどね。ノウトンして研ぐのもったいないよな。そもそも、攻め続けろってコンセプトですもんね。余分に回避していくのを心がけましょうか。にしても、極限生命のガルレギか。開発側がすでに聖レギ運用を用意してるとはね。聖レギってどこから発生した文化なんでしょうね。闘技大会初とはあまり聞いたことがありませんが。作った側としても、さすがに相性いいというのは念頭に置かれてたんでしょうか。実際、ガルレギなら生命ありだよな。火力求めるならクーネでいいし。火力はそこそこに汎用的な装備を組むなら、回避メインで使うのが良さそうか。GP を生かす形だと倍率がちょい足りないですからね。この装備も方向性としては正しいと思います。それにしたって技物なしはしんどいですけどね。チャークはどのコードを取っても切れ味を消費します。GP も全く使わないわけじゃないからね。解放切りは言わずもがなだし。最悪、砥石使えばなんとか。さすがに緑まで行ったら時々ですかね。お、ただ結構ダウンとか取れてるぞ。やっぱ最終強化だけはあるな。武器のスペックだけで言うなら、T が3頭より高いですからね。S ランクは5分未満なので、火力的にはそれだけ高いということなんでしょう。そういや、闘技大会の TA ってあんまりイメージないな。条件一緒だから公平なのはわかるけど。TA 的には都合がいいんじゃないですかね。
フィールドとかも固定だし、移動しないし。あとは、目標も設定されてますからね。一定以上のランクを目指すだけでも、モチベになりそう。このクエはまだ簡単だろうけど、複数遠くへの S ランクとか気が狂いそうだよな。どうしても運要素が絡んできますからね。チャレンジしてる方は本当に尊敬します。我々は装備だけ集め終わったらさようならになってますからね。あ、やべ。ついついガードしちゃった。これ威力値高いからダメなんだって。ついでにそのまま採局してしまいました。こりゃ、さすがに解いた方が良さそうですね。コード速度変化で遅くなった時を狙いましょう。狙い目はブレスかな。やってくれるのを待とう。おお、早速やってくれたぞ。これは助かった。いいですね。石もちゃんと2つあります。万全の状態で臨めますね。体力が減った状態で極限に入るとだるいからな。リスクを冒して殴らないといけない。と思ったら捕まっちゃったよ。今の連携は土壌由来のものか。極限上はやるの久々ですから、コードとか把握できていませんね。1回目の解除まではうまくいってるので、ペースを乱されないように行きたいですよ。もう1個の石が攻撃だからね。石2個切れちゃうと下り確定だろうな。攻出たくさん当てれば解除は早いと思うが、ちょっとタイムが心配だ。A ランクも9分以内に終わらせないといけません。再使用を待ってると危うくなりますね。なるべく回避を使って解除に集中できるようにしたいです。だね、状況に合わせて。今の食らうか。振動をガードしたかったんだが。攻撃範囲広いんですよね。直前まで軸合わせしてきますし。危なそうなところは基本的に回避した方が良さそうです。いてて、まずい。ここに来て距離感がつかめなくなってきた。あんまり食らうとまずいですね。ダメージはかなり低めですが。焦ると逆効果です。1テイク目で終わらせたいですよ。ああ、進撃切れちゃったか。これ解除間に合うかな。急いで攻撃を。ああ、これは焦ってますね。ちょっと落ち着いてください。やばいやばい。そろそろ体力も危ないぞ。体力がまずい。なんでこんな急に下るんだよ。言わんこっちゃない。これで本当に何も食らえなくなりました。背に腹は変えられません。解除値をためながら回復するのを待ちましょう。あと1回食らったらさすがにリタイア確定だな。それだけは避けなければ。とりあえず1回回復しましたね。これで軽い攻撃なら耐えられそう。極限生命の回復にはクールタイムがあるので、まだしばらく気が抜けません。もう1、2回回復してくれれば安全圏かな。それまで頑張ろう。ただ硬質が弾かれてるのは良くないですね。高い位置には基本的に刃が通りません。ちょっと解除を狙いすぎてるね。狙う部位がだいぶ適当になってる。正直、これプレイしてる時は弾かれ部位の予習してなかったからな。あ、今度は足踏みをガードしちゃいました。直撃は威力値でかいですね。速攻で緑に落ちちゃったな。さっき研いだところなんだけど。しかし、もう攻撃の時間がない。研がずに解除を優先するぞ。かなりギリギリですね。果たして間に合うか。ちょうどいいところで転倒してくれた。とにかく足に乗り寄せ。体力はもりもり回復していますが、極限解除はさすがに厳しそうですかね。おお、石切れる直前に解除できたぞ。マジで超ギリギリだったな。あら、そのままクエスト自体終わりましたね。もし解除できなくても、なんとかなってそうです。タイムは6分半か。テイク1にしてはいいんじゃないかな。こりゃ確かに、詰めたら S いけそうですね。やるかどうかわかりませんが。とにかく、これで無事に A ランク達成だ。ご褒美がもらえるぞ。はい、こちらがご褒美ですね。速攻のメガネです。これ 1V でトラップマスターが発動。バナシとボマーの複合スキルだね。あんま使われるイメージないけど、ある程度の実力の証明にはなるかな。見た目は普通のメガネって感じですね。おしゃれ装備なら使われるかも。それじゃあ、次の句へ参りましょうか。よし、じゃあもう1個くらいやっていくか。面倒そうなやつでも。これでもやりますか。ザボア2頭のやつですね。ティガやジョーフォとの癖はありませんが、全然簡単とかではないですね。まあね、訓練所って縛りプレイを強制されるところだし、ザボアに見合ったレベルの装備になるよ。このクエのおすすめはコンかな。武器も強いし、地味だけど防具も優秀だ。ケチャ一式で水耐性が高いんですよね。攻防両面で隙がありません。では、レッツゴー。
まずは通常ザボアとの対マンだね。最初から合流してないなんて優しいな。T がやった後だから感覚がまひってますが、初期合流だったら終わってましたね。このクエは5分経過するとアッシュが出てきます。それまでになるべく原種を削るゲームです。ちゃんと分断策が使えるから、ある程度削れば合流した後も問題なく戦えるね。おまけにちゃんと戻り弾も支給されてる。分断中に片方討伐しても問題なしだ。というわけでやっていきましょう。とりあえず2色をキープして適当に殴っていきます。多分だけど、向かって左に陣取るのがいいね。ブレスが右から出始める関係で。早速、さっき食らっちゃいましたね。地味に氷やられがだるいです。一応飛躍はあるんだけど、ちょっと使いどころに迷うな。アッシュが多分強いから、取っておきたい感はある。いや、使っといた方がいいと思いますよ。原種で移ったらそれこそロスですから。さすがに回復するか。怒り以降したら耐えるか怪しいラインだもんな。原種にいちいちビクビクしてたら手数が減りますからね。5分以内になるべく削らないといけませんし。結果的に手数の増加につながるってやつです。モンハンは慎重な方が基本うまくいきます。その言い回し懐かしいな。最近の作品でも重要性は変わってないけど。さて、原種は怒り移行したね。こうなると弾かれにも注意しないとな。基本は後ろ足を殴って転倒を狙いたいですね。前に陣取るのは危険です。ザボアっていまいち肉質がよくわからんのよな。硬くも柔らかくもないイメージ。膨らまないと柔らかいとこないですもんね。アシュほど膨らむことないですし。とりあえず膨らむまでは弾かれないところをサクサク切っていきましょう。この武器、属性もないからな。ちょっと絵面が地味だね。回転しながらのブレスだ。原種はこれが強いんだよな。範囲がめちゃくちゃ広いんですよね。威力もかなり大きいです。それと、突進や普通のブレスと予備動作が似てるので、パッと見て判別がつきません。我々も全然見切れてないよ。避けるときは、だいぶか上下の軸をずらしてるかな。あれって見極める方法あるんですかね。特定のコンボに組み込まれてる様子もないですが。正直、G 級のザボア原種について考えること、そんなにないからな。強いは強いんだけど、ゴリ押ししていつの間にか終わっちゃうイメージ。武具についても印象薄いですね。アッシュ武器は強いですが、一発生産できちゃうし。一応、村のゼヨのストーリーには絡んでたけど、あれも一回やりゃ終わりだしな。ここで膨らんでくれましたか。まとまったダメージを入れるチャンスです。やべ、ここで切れ味落ちちゃった。ドイド期待。この装備には土石高速が入ってます。技物もない総中根なのでありがたいです。膨らんでる最中は、特に気をつけることもないか。この状態の攻撃は痛いから、スティック X の突き刺す攻撃で差し込むようにしてるよ。基本は殴り放題ですね。アシュほどアグレッシブには動きません。この分だと、原種は大丈夫そうだな。あとは、合流時のケアだけ気をつけよう。さあ、5分が経過してアッシュが入ってきました。分断を狙いに行きましょう。ここは慎重にやらないとな。策ミスったら絶望だぜ。理想は、原種だけ近づいてきてくること。アッシュは散歩でもしててくれ。おお、なんか希望通りの展開になりましたよ。アッシュは向こうで何やってるんでしょう。まあ、無事分断できたから何でもええわ。分断は結構長く持つから、今がチャンス。2分くらいは分断できるはずですね。おそらく、それまでには型がつくでしょう。A ランクは16分以内だったので、まだ余裕があります。体力どんなもんか全くわからんが、攻撃あるのみだな。あ、終わったみたいです。柵がまだ残ってますね。ペースはまあまあだね。戻り玉で戻って入り直そう。よし、続けてアッシュ戦行くぞ。こっちは気をつけていかないとな。大ローデンの印象が強いですね。闘技大会でも火力高いんでしょうか。ボディープレスと水ブレスが心配だな。大技系は食らわないようにしないと。膨らんだ状態は狙い目ですが、麻痺ブレスがちょっと怖いですね。原種を倒した時点で8分ちょいだから、時間的にはあと7分半くらいの猶予があるな。焦らずに行きたいところだが。あ、早速麻痺ってしまいました。これは手痛い反撃をもらいそうです。くそん、歯を食いしばれ。あれ、なんかダメージ少なくないか。怒ってないとはいえ。闘技大会仕様で攻撃力が低いのはありますが、防具の耐性値が生きてるようですね。水耐性15でも結構抑えられるもんだな。ダメージ 15% 減と考えればかなりでかいか。なんか、ダメージ見たらかなり気が楽になったわ。
ちょっと攻めっ気出しても大丈夫そう。ゆったりもできませんしね。さあ、流れで乗りもできました。水やられ状態なので、スタミナが心配ですが。氷やられじゃなければなんとかなるでしょ。貴重なダメージソースだから、できれば成功させたいな。体力が低いので、固定ダメージは有効そうですね。やられも治ったし成功しそう。よーし、ダウン成功。エキスを回収してから背びれを殴っていこう。ダメージはアシュの方が稼ぎやすそうですね。よく膨らむし、氷もまとわないし。機動力が高い武器はアシュの方がやりやすいね。大ローデンでは邪悪でやってたからきつかったが。ここで怒り状態に突入か。ちょい慎重めに動こう。背後からのヒットアンドアウェイを狙いましょう。振り向き水ブレスがなければ安全に行けるはずです。膨張状態をうまく狙いたいところだね。おい、どこまで行く？こんな転がったかこいつ。これの移動距離はどうやって決まるんでしょうね。ハンターとの距離も微妙でしたが。転がってる最中は攻撃判定の塊なので、指を加えてみてるほかありません。あれってダメージもでかいんだよな。あんなにゆったりしてるのにね。水を蓄えてるから結構重かったりするのかな。軽くはないでしょうね。やべ、またブレス食らっちゃった。と思ったらあんまり痛くないな。日怒りの時とあんまり変わりませんでしたね。ブレスの吐き方で威力が変わるんでしょうか。なんかダメージが少ないと余裕がありますね。ザボアには苦手意識あったんですけど。戦ったのも G1 の時だからね。装備の力関係もだいぶ違うのかもな。それじゃ A ランク目指して引き続き攻めていこう。終わりましたね。お疲れ様でした。タイムは13分台か。なんか普通だな。とりあえず A ランクは取れたのでよしとしましょう。久々に闘技大会も満喫できましたし。だね、たまにやると新鮮ではあるな。重すぎて気分転換にはならないけど。さて、それじゃコンパートは締めにするとしようか。ザボアクエ単体ではご褒美もないし。ですね。ご褒美には他のクエもやらないといけません。今回は通常クエなしの回だったね。闘技大会消化できてよかった。どこかでやろうと思ってたんですが、入れるタイミングがわからなかったんですよね。攻略の方が落ち着いてきたので、今回入れることとなりました。次回からは古文書の解読とか攻略に戻るよ。5冊目のモンス放置したままだし。撮影外で絶賛装備を準備中です。お待ちいただけると幸いです。ほいじゃ、次の動画で。またね。